皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast なふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。チャンネルメンバーシップもやっています。2つあるんですけど、上の方に入っていただくと週に1回特別なエピソードが聞けます。よかったらぜひ入ってください。さて、今日のテーマはゴミの出し方です。ゴミをちゃんと出すっていうことは、ご近所さんとうまくやる、もう一番と言っていいぐらい大切なことなんじゃないかなっていうふうに思っています。逆に言うと、ゴミをちゃんと出せないと、ご近所さんとうまくやれないと思うんです。なので、もうすでに日本に住んでいる方、それと日本に住みたいと思っている方、あと Airbnb とかで日本で少し長いこといたいなと思う人にとってはとっても大事な情報だと思います。最初になんでじゃあそのゴミ出しっていうことがとっても大事なのかについてお話しします。それから実際のゴミの出し方のルールについてお話します。そして最後に、ちょっと私の失敗談についてお話します。本当につい最近もやってしまったことがあるので、反省しました。なんで、面白いと思うので、ぜひ最後まで聞いてください。では、最初になぜゴミ出しがそんなに大事なのかということです。これは一軒家の場合なんですけど、一軒家って家ですね。ゴミを出すときには、ゴミ置き場とかゴミ捨て場に持っていきます。ゴミ置き場って呼びますね、今日は。自分の家の前にゴミを出しておくとかじゃないんです。その、ゴミ置き場に持っていきます。で、ゴミ置き場っていうのは、だいたいそこに住んでいる10軒から20軒ぐらいのグループで、1箇所決まっています。だから10軒から20軒ぐらいなんで、歩いて1分とか2分とか、そんなに遠くないと思います。すごい中に住んでるとちょっとわからないですけどね。で、そこに持っていきます。ということは、そのゴミ置き場を管理している人がいるわけです。じゃあ誰が管理しているかっていうと、そこを使っている人たちです。その人たちの中で順番にゴミ置き場の掃除当番っていうのが決まっています。で、特にその掃除が必要になる可能性があるのが、生ゴミのゴミがある日なんです。で、生ゴミが入るゴミっていうのが、燃えるゴミとか、燃やすゴミとか、可燃ゴミとか言ったりするんですけど、生ゴミって、時々カラスとか猫とかが来て、袋を破いて食べたりします。そうするとゴミがもうブワーって散らかるんですね。それをゴミ当番の人が片付けます。なのでゴミ置き場にはだいたいほうきとちりとりが置いてあります。ゴミって何曜日の何時に出すっていうのが決まってるんですね。なのでそれ以外の曜日に違うゴミを出すとゴミは持って行ってもらえません。そうするとそこにずっとゴミが残ることになります。なので持って行ってもらえなかったゴミをどうするかを考えるのもゴミ当番になります。で、大体この辺の人は自分の家に持って帰って自分のゴミじゃないのにですよ。持ってって、それを持ってってもらえる日に出すとかやってくれている方もいるし、あとはもうずっとゴミ置き場のちょっと端の方にずっと置いてあって、その日が来たら持ってってもらえるように、ずっと置いておくっていう場合もあります。なので、とにかくですね、そういうふうに出しちゃいけない時に出しちゃいけないゴミがあるっていうのは、もうすっごいストレスなんですね。で、あと、
ゴミが散らかる、さっきの生ゴミが散らかるのって、だいたい前日、前の日の夜から出してたりすることが多いんです。ここの場合は燃えるゴミは火曜日と金曜日の9時までに出すことになっています。そうするとだいたい明るくなってから、9時までの間に出してネットをかぶせます。だからそれより前に出したりするとやっぱりガリガリやられる確率も高くなるし、後に出したら次の金曜日まで持ってってもらえないことになりますよね。そうするとまたきっと動物になんかされちゃってゴミが散乱するっていうことになります。で、それを片付けるのはゴミ当番の人ということになります。そうすると、ちゃんとゴミを出さないで、そういう汚いことになってしまった場合に、ゴミ当番の人っていうのはすっごく嫌な思いをするわけです。ゴミって汚いじゃないですか。なんだかわからない。で、自分家のゴミでもないゴミを片付けなきゃいけないってすっごいストレスだと思うんですね。で、一回ぐらいならいいけど、毎回そういうのやられたら、そのゴミを出した人のことをもうすごい嫌いになりますよね。なんでちゃんとやらないんだ。だから、そのゴミをちゃんと出せるっていうことは、まずとても大事なことになります。ということで、じゃあ今からはゴミの出し方についてお話しします。日本ではゴミの分別のルールが厳しいです。分別っていうのは分けて別々にするって書きます。これゴミの時は分別って読むんですけど、あの人は分別のある人だっていうと分別って読みます。ちょっと待ってくださいね。ピッチアクセントが分別か分別かわかんなくなってきました。あんまり口に出して言わないので、分別ですね。分別。はい、あの人は分別がある人だって時は分別。何が良くて何が悪いっていうのがちゃんとわかる人っていうことですね。わきまえてる人だそうです。わきまえるって難しいですね。わきまえてるっていうのはその状況に合った行動ができるっていうことですね。ゴミについてゴミを分別するっていうのは区分によって分けるということです。分別と分別。同じ漢字で読み方とピッチアクセントが違いますね。で、分別はあまり口に出して言わないから、覚えておくのは分別の方です。分別。で、じゃあこれからゴミの分別についてお話しします。まず最初に覚えるべきは燃えるゴミです。これは燃やせるゴミとも言います。あと、可燃ゴミとも言います。可燃も燃やせるっていう意味ですね。難しく言うと可燃ゴミ。と、燃えるゴミっていうか、燃やせるゴミっていうか、とか燃やすゴミっていうか、それは自治体によります。自治体っていうのが市町村のことなんですけど、ゴミの回収っていうのは市町村が税金でやっています。なんで、その市町村それぞれのルールとか呼び方があります。ここの場合は燃やせる、間違えました。ここの場合は燃やすゴミです。違います。ここの場合は燃えるゴミです。また、ここの場合はこういう専用のゴミ袋があります。甲府市指定ゴミ袋、燃えるゴミ用、第45リットルって書いてあります。これが一番大きいサイズで、45リットルのゴミ袋です。ゴミ袋はだいたいリットルで大きさを言います。で、一番大きいのが45リットル。で、これ10枚入りで150円で売ってます。だから1枚15円ですね。15円で45リットルのゴミが出せるということです。最近は結構いろんな自治体でこういう指定のゴミ袋を出してます。その自治体のコンビニとかスーパーとかで売ってます。だから隣の市に行くと隣の市のゴミ袋が売ってます。で、ただですね、東京23区はこういう指定ゴミ袋ないそうです。透明なゴミ袋に入れて出す。だそうです。だから自治体によって違いますね。ここはこういう指定のゴミ袋に入れます。しかも、このゴミ袋は自治会名と組名まで書くことになってます。つまりね、これ誰が出したかをはっきりしろっていうことですね。さすがにこれ名前を書くところはないんですけど、自治会名っていうのは
この私の場合、私が所属している自治会っていうのがあるんですね。誰でも基本的に住んでいると自治会に入ります。例えばこの地域に引っ越してくると、もうこの地域の自治会っていうのがあるんです。で、そこに入って、いろんな、それこそ回ってくる当番とか、いろんなのをやることになるんですね。その自治会の中に、組っていうのがあります。ここの場合は。私たちの自治会の中には組が7個あります。7つ。1組から7組まである。学校みたいですよね。で、大体どの組にも十何件入っています。なんでこういうのを書かせるかっていうと、ゴミに責任を持ってくださいっていうことですよね。ここまで書いたらなんか変なもの捨てられないじゃないですか。変なものっていうのは捨てちゃいけないものとかですね。だから一応そういうのを書いて出すことになってます。でね、自治会は最近入らない人もいるんですけど、というのもいろんな当番が回ってきたり、お金もかかるからですね。ここは年間8000いくらです、自治会費が。ただ、やっぱり何かあった時に自治会って大事だと思うのと、やっぱご近所さんとうまくやりたいと思ったら自治会入ってた方がいいんですよね。なんで私は入ってます。大体ね、入ってる人の方が多いです。ただ最近は入らない人も増えてきてるって聞いてます。で、ここに、この袋に燃えるゴミの例が書いてあります。生ゴミ、あと生花。生花っていうのは生きた花ですね。それから、靴、CD、おむつ。これらが燃えるゴミです。私最近ちょっと部屋を片付けまして、DVD が出てきたんですよ。DVD ってなんかピカピカしてるから、燃えないゴミかなって思ったんですね。でもそしたら、DVD も燃えるゴミだったんで、びっくりしました。燃えるんだと思って。燃えるか燃えないかとかは、自治体によってちょっと微妙に違ったりもするので、だいたい自治体のホームページに行くと、そういうのが書いてあります。なので、それで確認するといいと思います。では次に、燃えないゴミです。燃えないゴミっていうのは、不燃ゴミとも言います。あとは燃やさないゴミっていう言い方をする自治体もあると思います。ここの場合は同じ値段ですね。45リットルが10枚入りで150円で売ってます。で、燃えないゴミの例として、この袋に書いてあるのが、ドライヤー、ガラス、包丁、ナイフ、傘、時計、掃除機などですね。で、実はこれに入らない大きいものは、シールが売ってまして、そのシールを貼って出します。そのシールも1枚15円です。で、そういうシールを貼って出すとかいうのも、一応自治体によって違います。で、東京の話、友達に聞いたら、粗大ゴミ、そういうのでっかいゴミを粗大ゴミってよく言うんですけど、例えばこういうテーブルとか椅子とか、そういう大きいものですね。で、それを出したかったら、電話をして予約を取らないといけないって言ってました。で、何月何日に来てもらうって決まったら、その時、シールを貼るだったかな。ちょっと忘れましたけど、置いておくと持ってってもらえるそうです。ここなんかは予約とかいらなくて、そのゴミ置き場にシールを貼って置いておけば持ってってもらえるので楽だなと思いました。あとよくその外国で道にソファーとか置いておくと誰かが持っていくみたいな、そういう動画を見たことがあります。で、日本では基本そういうことはしません。ゴミの日に出します。ただ、そうすると、その粗大ゴミの日とかに売れそうなものをゴミの回収が来る前に持っていく人とかいうのもいるみたいです。でも基本的にそういう業者はそういうことするかもしれないんですけど、普通の人はあんまりゴミ置き場からゴミを持っていくってことはあんまりしないかなと思います。やるとしたらこっそりやってると思います。で、そう。だから燃えないゴミと粗大ゴミっていうのは燃えないゴミの大きいものが粗大ゴミになります。だからね、その木でできた、こういうテーブルとかって基本燃えるじゃないですか。
でも、燃えるゴミじゃないですね。大きいので粗大ゴミとして出します。布団とかもね、粗大ゴミです。あと最近は、プラスチックゴミっていうのを分けるようになりました。最近つも何年か前だと思うんですけど、プラスチックゴミがどういうのかっていうと、こういうだいたい袋で、プラって書いてあって、矢印でこう、ぐるぐるってプラの周りを囲んであるようなマークです。この矢印のこういうマークってだいたいリサイクルできるっていうマークなんですけど、こういうプラってついてるのは、この辺では、プラスチックゴミとして別に出すようになりました。ちょっと前まで全部燃えるゴミだったんです。でも、数年前からプラゴミとして出すようになりました。あと、資源ゴミっていうのがあります。資源ゴミはリサイクルできるゴミです。なんで、例えば、ペットボトルとか、瓶、缶、新聞紙、段ボールなどですね。瓶とか缶とかはだいたい中を洗って出します。ペットボトルはキャップ、蓋を外します。で、蓋は蓋で別に回収する時があります。あと、ペットボトルはラベルが貼ってあるんですね。ビニールのラベルが。それを外して、それはプラスチックゴミで出して、ペットボトルはペットボトルで出します。あとは缶は2種類に分かれていて、スチール缶とアルミ缶。で、地域にもよると思うんですけど、この辺は別々に分けて出します。スチールは硬い方の缶で、アルミ缶ペコペコするやつですね。ただこの辺資源ゴミの回収がものすごく少ないんです。市の回収が月に1回あるのと、あと自治会での回収が2ヶ月に1回しかないんです。で、自治会の回収が何かっていうと、ある日っていうのが決まっていて、その日に家の前に今言ったような資源ゴミを置いておくんですね。そうすると、その自治会の、それもいつも決まった人たちがやってくれてるんですけど、軽トラックで取りに来てくれて、あとは当番の人たちがある場所に集まって、ペットボトルとかいろんなものを分けていくんです。で、それを最終的に市が取りに来てくれるのかな。で、一応資源なので何が1キロいくらとかあるんで、少し自治会の収入になります。だけどあんまり出せないので、しょうがないので、近くでもないんですけど、車で10分ぐらいのところにゴミステーションっていうのがあるんです。そこはそういう資源ゴミをいつでも出せる場所なんです。なんで最近はちょっとね、そこに持っていくようになりました。あと、スーパーとかにも資源ゴミの回収ボックスがあるところがあります。段ボールとか、缶とか、ペットボトルとか。なので、そういうところにちょこちょこ持って行ったりもしています。そう、だから結構ゴミ捨ては大変で、神経使います。大変です。で、前、うちの娘が、一人暮らしをしてる娘が、もう部屋が汚くてどうしていいかわからないって言ってきたことがあるんです。で、結構深刻そうだったんで、私、びっくりして、すぐね、行ったんですよ。そしたら、やっぱりゴミがいっぱい溜まってたんですね。ペットボトルとかそういうのが捨てられなくて、だんだん溜まっちゃったみたいな話でした。なんでその時私がしたことは、もういろいろ捨てるってことでした。車を借りてきて、まずそういうペットボトルとかをいつでも捨てられる場所に、捨てに行って、あとなんか先輩からもらったプリンター、もらったけどでっかすぎて使えなかったとか、そういうのを引き取ってくれるところに持って行ったり、あと、服がね、いっぱいあったんですよ。で、そういう服を、これいるのいらないのとかやって、いっぱい捨てて、それでね、すっきりしました。だから、ゴミを捨てるハードルが高くて、なんか全体的に部屋が散らかっちゃうっていうのは、なんかよくあることなんじゃないかなってちょっとね、思いました。今はね、大丈夫みたいです。最後に私の失敗してしまった話について話したいと思います。
結構前のことなんですけど、横浜に行った時の話でした。で、その時、多分ね、生ゴミとかがなんか臭かったから、次の日生ゴミのゴミの日だったから、ちょっとまあ外に出しておこうかなと思って、外に出しといたんですね、夜。ゴミ置き場に持ってったわけじゃなくて、とりあえず自分家の前に置いておこうと思って置いといたんです。そしたら朝、明け方、だんだん明るくなってくる頃に、カラスの声がすごいうるさかったんですね。で、今日はカラスがうるさいなと思って、しかもなんか近いなと思ったんです。で、もしかしてうちのゴミと思って見に行ったら、うちのゴミにカラスが来てたんですよ。やっばーと思って、ただね、まだ良かったことに、まだ荒らされる前だったんですね。だから、そのゴミを家の中に一旦入れて、大丈夫でした。で、ちゃんとゴミの回収時間になってからゴミ置き場に持っていきました。だからその時、夜のうちに外に出しておくって、本当に危ないんだなってことがよくわかりました。危ないっていうか、本当にカラスが来るもんなんだなっていう勉強になりました。なんで、家に臭い生ゴミを置いておくのは嫌なので、今どうしてるかというと、夏の間は生ゴミが出たら、冷蔵庫の野菜室に入れるようにしてます。野菜室にちょっとゴミを置けるスペースをちょっと作ってあって、そこに入れてます。腐ったゴミを入れるのは嫌だけど、生ゴミとして出たばっかりのゴミを入れておけば、腐らないでゴミを出す日まで置いておけるんです。うちの両親の家があるあたりは、生ゴミをね、なんと毎日のように持ってってくれるんですね。すごいんです、あそこは。ただ、ここは生ゴミ週に2回しか持ってってくれないんです。だから、夏は絶対臭くなるんですよ。なので、夏は、冷蔵庫に入れるようにしています。今の時期はもう、寒くなってきて臭くなくなったので、そんなに、神経質にならなくても、そんなに気にしなくても大丈夫なんでよかったです。あともう一つの失敗は、東京に住んでた時です。で、その時は12階建てのマンションに住んでました。大きかったんですね。なので、マンション用のゴミ置き場っていうのがありました。で、マンション用のゴミ置き場があると、大きいところだったらだいたいいつ捨てても OK な時があります。OK なところもあるんです。そこもね、だいたいいつ捨てても大丈夫だったんですね。で、生ゴミをね、捨てたんですよ、ある時。そしたら、管理人さんから後で電話かかってきて、お宅のゴミがね、重すぎます。何が入ってるんですか？こんなに重くしないでください。みたいなことを言われたんです。でね、ちょっと今ね、何を捨てたか覚えてないんですけど、で、生ゴミとして捨てちゃいけないものではなかったんです。ただね、ちょっと重いけど、まあいいかと思って捨てたものだったんですね。で、やばいと思って、持って帰って、一袋にしてたのを、二つか三つに多分分けたんだと思います。それで、重すぎちゃいけないんだなっていうふうに、その時学びました。ちょっとね、多分、変に重かったんだと思います。何捨てたんでしょうね。ちょっと覚えてないんですけどね。もう一つ最近すごいやってしまったのが、そのうち、ゴミ当番表が回ってくるってさっき言ったじゃないですか。で、そのゴミ当番表っていうのは、ここの場合袋に入ってるんですけど、中にファイルが入ってます。で、そこに日付を書いて、名前を書いて、ハンコを押せるようになってます。で、生ゴミの日、燃えるゴミの日に、ゴミの回収車が行った後、当番の人が行って、汚れてないか確認して、網をきれいに畳んでかけておく。っていうのがゴミ当番のやることなんですね。そのゴミ当番の袋っていうのが、うちで1ヶ月泊まってたんですね。うち玄関がちょっと割と広いんですね。で、そこに、なんか今使わないものとかが置いてあったんです。例えば、スケボーが3つとか、多分子供が小さい時にスケボー乗れる子になったらかっこいいだろうと思って買って、もう今全く使ってないもの。
それとか、バドミントンのラケットとか、あと、サッカーボールが3個、それから野球のグローブとか、そういうのが玄関の端に置いてあったんですね。で、さらにその上に息子のレインコートが置いてあったんです。自転車で学校行くとき、雨の日はレインコートを着るんですね。そのレインコートがバーンと置いてあったんですよ。ちょっと片付けようかなと思って、そのレインコートどかしたら、下から、出てきたんですよ、当番表が。で、と思って、見たら、前の当番の人の日付が1ヶ月前になってたんですよ。今11月なんですけど、10月だったんです。これね、本当につい1週間前の出来事です。で、やっぱやっちゃったと思って、次の当番の時にやってから渡そうと思って、次の日だったんで、次の日そのゴミ捨て、多分ゴミ収集車が行っただろう、夕方ぐらいに行ったんですよ。そしたら、もうそのゴミ置き場が綺麗になっていて、誰かがすでに網も畳んでくれてあったんですね。だからね、私が1ヶ月回さなかった間にも多分誰かがやっててくれてたわけですよね。やばいです。それで、お隣の次の当番の人に持って行って、まず、そんだけ日付が空いてるので、謝ろうと思って、で、ちょっとうっかりこういうことになってしまってって言って、そしたらお隣の人が、いや、そういえば来ないなと思ってたんですよって言ったから、傷してたんだと思って、もう本当にどうしようって思いました。で、しょうがないのでね、とにかく謝って、それはお渡ししてきました。で、それから、今年の組長さんのところに謝りに行きました。そう、組長さんっていうのがいるんです。さっき言ったゴミを一緒に使っている、今12件ぐらいですかね。で、一つの組っていうのがあります。その組長っていうのも毎年回ってくるんですね。で、その組長さんのところに、申し訳なかったっていうふうに謝りに行きました。組長さんは、全然気づかなかったですって言って、いいですよ、大丈夫ですよって言ってくれました。で、よかったです。よかったですっていうかね、多分良くないんですけど、とりあえず皆さんすごく優しくしてくれて、そしたらちょうどたまたま、その帰ってくるときに、別のお隣さんに会ったんです。そしたらね、そのお隣さんが、ちょうど畑から帰ってきたところで、大根を3本くれました。で、私本当に良かったと思ったんですけど、嫌われてなかったみたいに思いました。もしね、悪い評判が立ってたとしたら、近所でね、大根くれたりしないと思うんですよ。だから多分、悪い評判はきっと立ってないだろうと思いました。やっぱりね、近所とはね、仲良くやっていきたいんですよ。私はね。で、多分仲良くやれてると思っているんです。だからあんまりボロを出さないようにして、うまくやっていきたいと思っています。本当になんか周りの人がとてもいい人たちなんですね。やっぱりご近所トラブルっていろいろ聞くんですよ。たまたま隣の人がすごい嫌な人だったみたいなのとかね。でも普通はそんなことはないんでしょうね。多分あんまりないんだと思うけど、たまにあるとニュースになったりとかするんだと思うんですよね。本当にアンラッキーですよね。で、ここは周りの人がすごくいい人たちが多いので、そうですね。だからそういうのに甘えずにちゃんと自分もしっかりしなきゃなと思いました。はい。じゃあ今日はこんな感じですね。ゴミをちゃんと捨てることの大切さ、伝わりましたでしょうか？ちょっとね、私も自分自身も反省しました。では、メンバーシップに入ってくださっている方のお礼を言わせてください。エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、デイドさん、キムヨンマンさん、ジョ・モギョンさん、ベンジャミンさん、コウさん、浜田さん、ニヌアさん、チチさん、ウーさん、シン・ガンキルさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、オリさん、ジョアンナさん、サンデーガールさん、アメシさん、ナグワさん、イン・ヨインさん、アップルパイさん、スンさん、ガール・アブロードさん、パックヨックさん、スティーブン・チェンさん、チャンドルさん、クリスティーナさん、オー・ウェンハオさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。特典用のエピソードが楽しいものになるよう頑張ります。では今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。いい1週間をお過ごしください。